祭り楽しんでいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。さて、ここからは鈴木株式会社二輪設計陣によるトークショーを行っていきたいと思います。はやぶさ開発に関することやはやぶさに対する思いとお聞きしてまいりたいと思います。 MC は私、はやぶさライダーでもあるルリコが務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、続きまして二輪営業商品部でアシスタントチーフエンジニアを務めております東郷俊也さんです。はい、ですね、はやぶさではですね、私エンジン実験の担当と、あとはエンジン実験の取りまとめを行いました東郷俊也と申します。はい、ですね、俊也っていう名前がですね、はやぶさなりって書くんですけれども、たまたま自分の名前、漢字の名前が入ったオートバイが担当できたということで、とても嬉しかったです。私ですね、生粋の鈴木マンではなくてですね、もともと別の会社に勤めてたんですけれども、鈴木が好きで仕方がなくて、鈴木でオートバイが作りたくて転職してで鈴木でエンジンの開発をしているという立場になります。鈴木が好きでですね、好きすぎて、転職している人も会社ではあまり見ないので、私だいぶそのディープな鈴木ファンの一人であると自負しております。皆さんのですねファンの気持ちっていうのをすごく分かってるんじゃないかなと思いますので、これからもエンジン頑張って開発していきます。そもそも3代目はやぶさがとっても乗りやすくて、ロングツーリングでも快適に乗れて、私自身もすごく乗りやすいと思うんですが、3代目の開発について特に注力した部分などお話伺えますか。はい、私の番が待ってきました。はい、はい、そうですね、3代目作るときに、もしかしてこれが最後の大型4気筒になるかもしれないと、1300cc の大型のエンジンのオートバイ作れるの、もしかしてこれが最後だぞって思ったので、やれることを全部詰め込んだつもりです。エンジンがですね、よく3代目だと、2代目の使い回したんじゃないのなんていう話もあったりするんですけれども、正直なところですね、2代目からそのまま使ってる部品っていうのが多分ヘッドカバーとシリンダーとオイルパンぐらいで、あとはですね何かしかの、変更を行ってます。でもうピストン、クランクコンロッドとか、あとはカムチェーン周りとか、新作してますので、エンジニアからすると、あれはほぼレシプロ新品にしてるんだけども、ほぼ新だよっていうような感じですね。はい、そうですね、私MotoGP の、はやぶさの前はですね、MotoGP のV4 を7年やって、その後4気筒のオートバイのプロトタイプとかも私携わってたんですけれども、その頃にですね得た知見っていうのは、量産モデルにはなるんですけれども、余すことなく私がそれまで培ってきた知見っていうのは全部はやぶさに3代目に入れてます。はい、大丈夫ですか。まだ喋っていいですか。まだ喋っていいですか。引き寄せの細かい話。引き寄せの細かい話をしていいですか。ちょっとですね、かなりマニアックなところに踏み込んでくるんですけれども、私ですね、MotoGP の時に一番大切にしてたところっていうのが、耐久性と乗りやすさっていうのを最優先で作ってました。出力っていう話もあるんですけれども、いくら出力があってもですね、結局ライダーが乗りこなせないとタイムにつながらない。で、耐久性がないとですね、セッションの途中でエンジン壊れちゃったりすると、サスのセッティングとかが進まなくて、結局ですね、勝ちにいけないんですよ。なので私はですね、一番耐久性と扱いやすさっていうのを、一番大切に作ってました。で、はやぶさもですね、そういう思いで作ってまして、ですのでパワーカーブもですね、2代目は、2コブのパワーカーブになってまして、あれはあれで、普通の市街地のところでは1つ目の山を使います、高速道路では2つ目の山を使いますっていう形で、パワーカーブに抑揚をつけてですね、どのステージでも抑揚っていう感じで、2台は作ってるんですけれども、私のところ3台目はですね、そこを全部きれいにつなげて、低回転から高回転まで、出力ができるように、チューニングをしています。はい、なんか普段あまり聞けないような深い部分も聞けて、そう、もう一つ言わせてください。実はですね、シリンダーヘッドもですね、シリンダーヘッドもですね、3代目から肉厚をちょっと上げたりしてます。
で肉厚上げた理由はですね、アメリカのお客様はですね、結構ターボで下級して乗るドラッグレースでですね、結局今どこのカテゴリーかわからないんですけど、ちょっと9割方はやぶさが走ってるドラッグレースのカテゴリーもあるみたいで、お客様が結局最終的に耐久性があって、乗りやすいエンジンということで、はやぶさを選んでいただいているというところなんですけれども、そういう方がですね、無茶なチューニングをしたときにエンジンが壊れないように燃焼室のですね肉厚もちょっと上げて下級したときにヘッドが開かないようにとか、あとはより負荷をかけたときにネジが負けないようにっていうことでエンジンのですねメネジを建造で作ったりとかしてます。ここら辺はですねエンジン出した後にお客様とかチューニングショップのところで、なんとかなる領域じゃないんですよね。なんでそういうところはメーカーとして、やることに意義があるなと。最後の大排気量エンジンになるかもしれないというところで、何十年後もですね残ってほしいという思いで作ってます。ですね、エンジン設計の担当が50万キロってYouTube で言ってるのが結構皆さん有名になってるかと思うんですけど、50万キロの時本当に50万キロ乗っていただきたいと思って作ってます。末永く大切にしてください。よろしくお願いします。喋り足りないことは大丈夫ですか？もう締めますよ。最後、一つ私ですね、はやぶさ駅祭り、しょっちゅうですかね、結構来てるんですけれども、その中でですね、タンデムシートの後ろだけ生地を変えてるお客さんがいらしたんですね。で、なんでそこのシートだけ色生地変えてるんですかって言ったら、その奥様とツーリングの時にブレーキすると奥さんが前のシートに落ちてきちゃうんだよ、だから後ろ滑らないシートに変えてるんだよってその方おっしゃってたんですけれども、3代目滑らないシートにしておきましたのでということをここでもしかして見てらっしゃるかなと思ったのでちょっと伝えさせてください。はい3代目からはシート交換しなくて大丈夫だよということで、そうです、奥様乗せて雨の日に滑りませんということで、はい、奥様安心してお乗りいただければと思います。もっといろいろお話聞きたいところなんですけれども、この辺でお時間が来てしまったようです。もう一度設計の皆様に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。では最後までトークショーお付き合いいただきましてありがとうございました。引き続きはやぶさ駅祭り楽しんでください。ありがとうございます。